あなたはあなたのスイングの何が悪いのかを具体的に理解しているでしょうか？この動画では感覚的なアドバイスではなく、科学的な視点からグリップと腕の使い方を中心に具体的かつ理論的に解説していきます。効率的なグリップや腕の使い方をマスターしたい人はぜひ最後までご覧ください。またこの動画は前回のスイングの基本原理を踏まえた上での体の使い方の解説になります。今回の動画だけでもスイングフォームについて理解できますが、前回の動画も合わせて視聴することでさらに知識が深まると思います。概要欄にリンクがありますので、ぜひ前回の動画もご覧ください。飛距離を伸ばすグリップと腕の使い方、スイング全体の流れ。グリップの基本原則とは、左手は小指側、右手は人差し指側、本当のニュートラルグリップ、アドレスは不自然に、よくある2つのエラー、クラブがしなる瞬間とは。まとめ。では早速いきましょう。まずは全体の流れから重要な部分を確認していきます。ここではマキロイ選手を参考にしていきます。足は肩幅より広く、やや右肩下がりでセットします。クラブヘッドから動いていき、徐々にクラブと腕との角度が大きくなります。それに合わせて腕も右にローテーションしているので、両腕が重なって見えます。クラブヘッドがトップに来る直前に重心移動が始まり、骨盤の回旋と同時にヘッドの動きがダウンスイングに切り替わります。左腕が地面と水平のあたりで、左腕とゴルフクラブとの角度が最も鋭角になり、クラブが大きくしなっています。腕が約45度のあたりで骨盤の回旋は減速します。左足を強く蹴り上げ、ヘッドは急激に加速していきます。インパクトの瞬間は腕のローテーションはほどかれ、ニュートラルになっています。フォロースルーで左へローテーションし、右手の甲が見えています。では細かい部分を見ていきましょう。まずはグリップについてです。グリップにはストロンググリップ、ニュートラルグリップ、ウィークグリップとありますが、そういったことは小手先の部分に過ぎません。まずは物理的に基本となる握り方、ゴルフクラブの重心に対してのニュートラルグリップを理解していただきたいと思います。ゴルフクラブはヘッドの重心はこの辺りになりますので、ゴルフクラブをこのように寝かせるとヘッドの重心の位置がシャフトの真下に来ます。重心がここなので、このようにヘッドを傾けるとこちらへ回転して戻ろうとしますし、このようにヘッドを傾けるとこちらへ回転して重心の位置が安定した状態になろうとします。これは静止した状態だけでなく、動いている時も同様です。例えばこのようにクラブを振ると、慣性によってヘッドの重心位置はシャフトの真後ろに来ます。この状態でこちらへクラブを振れば、このようにクラブは回転しますし、この状態でクラブを振れば、このようにクラブは回転し、進行方向に対して重心の位置が安定した状態になろうとするのです。シャフト側から見るとこのようになります。シャフトの中心とヘッドの重心位置を結んだラインを引き、この点とこの点でテコのように支えると、ゴルフクラブはどちらへも回転せずに安定して支えることができます。ほんのわずかでもゴルフクラブに回転する力が発生してしまえば、スイング効率は下がり、フェースの向きがずれ、威力も精度も下がってしまうのです。そのため、最も効率よく安定したスイングをするためには、シャフトとヘッドの重心を結ぶラインをしっかりと理解しておく必要があります。このラインはクラブを寝かせた状態でグリップの上側と反対側にテープを貼ると分かりやすいです。このライン上で支えるとクラブの重心が揃いますので、少ない力でバランスよく支えることができます。この確認方法はぜひあなた自身のクラブでやってみてください。このラインに向かって力を伝えることが効率よくクラブに力を伝えるということなのです。次にこの2点を支える手の形について見ていきましょう。こちら側を支えるのは左手の小指と薬指、中指。こちら側を支えるのは右手の人差し指の付け根になります。
この位置で持つことにも解剖学的、力学的な意味があります。まず左手の握り方は小指と薬指、中指で引っ掛けるように持つのですが、このように持つことで手首に無駄な力が入らずにしっかりとクラブを引きつけることができるのです。これについてはこのようにくるくる回ってしまうハンドルを引っ張ってみるとよくわかります。ハンドル部が回転しないように最小限の力で楽に引っ張るには、このような指の曲げ方にして引っ掛けるように引くと良いです。これだとハンドルが回転してしまうことなく、手首の力も抜いたまま指の引っ掛けだけで楽に引くことができます。しかしこのように深い位置で握り込んでしまうと、手首から前腕部まで力が入ってしまい、いわゆる力んだ状態になりやすいです。しかもしっかり握っている割にはハンドルがこちらに回転しそうになるのです。そのクラブの回転を防ぐには、より強く指で握り込むか、手首を曲げる力も使わなければなりません。手首に力が入って固まってしまうと、ヘッドが加速する動きに制限が出てしまいます。極力手首をリラックスさせ、スムーズに効率よくスイングするためには、小指と薬指、中指でやや浅めに引っ掛けるように持つことが大切なのです。それから小指、薬指、中指と説明していますが、力の強さとしては小指 20%、薬指 40%、中指 40% くらいになると思います。薬指と中指の2本の方が小指よりも強く力が入りやすいので、その2本で支える感覚でも良いです。ただし小指を緩めるわけではなく、視点は小指側にあるイメージでテコのように動かします。そして右手は人差し指の付け根で支えるようにします。この部分で支えることにより視点がぶれずにクラブを押すことができます。例えばこのように普通に握り込んでしまうと、この部分は肉の部分ですので、クラブはこのようにずれる余地ができてしまいます。しっかりとゴルフクラブを支えるためには、人差し指の根元の硬い部分で支えることに意味があるのです。とはいえ、この位置はある意味ゴルフクラブがずれやすく不安定ですので、ゴルフクラブがずれてしまわないように親指をぴったりつけつつ、人差し指を巻きつけて安定させます。ここで少しよくある悪い例についても解説します。それは右手をこのように使い、左手でもこのように使うことでヘッドを走らせるというものです。右手の小指側も使い、左手も親指を使うことで両手の力を足し算するように使うというやり方です。しかしこの両手の動きでは左右の手の力が拮抗してしまうことがわかるでしょうか。右手でこう、左手でこのように使うということは、この部分でゴルフクラブを旋断させるような逆方向の力を発生させることになるのです。これではいくら力を入れても無駄にクラブをねじ曲げる力を使うだけでヘッドは走りません。しかもこの動きは左手の親指の付け根に負担がかかり、怪我をしてしまう可能性もあるでしょう。テコの動きで効率よくクラブを動かすには、できるだけグリップの上部と下部で力を伝えることです。それを実現するためには、やはり左手の小指側と右手の人差し指側で支えるようにすべきでしょう。そして他の指は邪魔をしないようにそっと添えるくらいで良いのです。具体的には、左手は親指をこのようにグリップにまっすぐ乗せずに内側へ逃がすように持つのがおすすめです。そうすることで親指でクラブを押すことができなくなるので、無駄な力を抑えられます。とはいえ感覚というのはとても重要ですので、左手の親指の感覚自体を否定しているわけではありません。そういった感覚により精度が高まるケースもあるでしょう。物理的な基本を踏まえた上で、個々人の感覚も大切にして自分なりのベストなグリップを探っていただきたいと思います。それから両手が重なるこの部分の持ち方についてもいろいろな方法があります。しかしこれに関してはこれがおすすめというものはありません。自分が一番しっくりくるような方法で良いと思います。あくまでグリップの主役は左手の小指、薬指、中指と右手の人差し指と親指です。それ以外の指は無駄な力が入らず、手首の柔らかさが失われないような握り方で、なおかつあなたにとって安定した握り方を探ってみてください。では左右の持ち方を踏まえた上で、ゴルフクラブの重心に対してのニュートラルグリップで握る方法を説明します。先ほどのようにテープを使うと分かりやすいですが、このように肩に置くことで重心を揃える方法も効果的です。この状態で左手の小指と薬指、中指を引っ掛けます。
次に右手の人差し指の付け根をセットし、親指を閉じます。何度かこのように揺らしてクラブが回転せずに引っ掛けることができる位置を探してください。できれば鏡などを使ってフェースの向きが適切に傾いているか、重心が正しく揃っているかを確認すると良いです。それ以外の指を軽く握り、下へ下ろし、しっくり手に馴染むように微調整します。ドライバーによって異なりますが、ゴルフクラブの重心に対してのニュートラルグリップで握ると、フェースがやや左を向くことが多いです。そしてそのフェースが正面を向くように構えると、ストロンググリップになります。重心の位置はクラブによって異なる部分ですので、まずはこの方法であなたのドライバーのニュートラルグリップを探っていただきたいと思います。もちろん毎回このように構えるわけではありませんが、アイアンも含め全てのクラブのニュートラルグリップを知っておくことをお勧めします。では次にアドレスからテイクバック、バックスイングについてよくあるエラーと合わせて説明します。まずアドレスは上腕を外旋させながら肩甲骨を下げます。そしてそこから前腕を開内します。これが上腕の外旋で、これが内旋です。そしてこれが前腕の開外で、これが前腕の開内です。ゴルフスイングではこのように肩が上がるのはよくありませんので、肩を下げる必要があります。そして肩を下げる動きは上腕の外旋と連動しやすく、肩を上げる動きは上腕の内旋と連動しやすいです。ゴルフに関係なく体の前で手を合わせようとすると、上腕は内旋するのが普通です。これが自然な動きなのです。そのためゴルフの初心者は上腕が内旋し、肩が上がってしまうことが多いので注意してください。ゴルフのアドレスはある意味不自然な動きなのです。慣れるまでは意識的に上腕を外旋して肩を下げ、そこから前腕を開内して構えるようにします。クラブを持っている時もただ脇を締めるのではなく、このような動きのイメージで上腕を外旋させ構えると良いです。この動画はドライバーショットの解説ですが、フェースの向きを分かりやすくするためにアングルチェッカー付きのアイアンを使って説明します。テイクバック、バックスイングの動きも特に右手でエラーが起こりやすいです。正しい右手の動きは上腕の外旋、前腕の開内をキープしたままテイクバックしていき、左腕が45度を超えたあたりから右肘を曲げていきながら、右の前腕をより開内していく動きになります。そしてトップではクラブが右手の人差し指の付け根に乗るようにしたいです。それによりスイングの開始でヘッドの重心がスイングプレーンに乗った状態になるのです。これがクラブの重心が揃った効率の良い切り返しになります。この右腕は上腕が外旋し、前腕が開内している状態です。しかし人の体は上腕の外旋と前腕の開外が連動しやすく、上腕の内旋と前腕の開内が連動しやすいのです。そのため上腕の動きにつられるエラーと前腕の動きにつられるエラーのどちらかが生じやすいです。上腕の外旋につられて前腕も開外してしまうとこのようになります。ここから右手の人差し指の付け根と左手の小指側でクラブを使うとこのようになります。クラブの重心が揃った方向へ力を伝えると、いわゆるアウトサイドインの素人っぽいスイング軌道になってしまうのです。またこの状態からインサイドにクラブを下ろすようにしたとしても大きな弊害があります。まずこの方向はクラブの重心が揃った方向ではありません。そのため右手で押す力が伝わりにくく、クラブが回転するエネルギーが発生してしまいます。また開外しているとフェースがかなり開いたところから閉じてくる動きになります。正しい動きの上腕外旋、前腕開内バックスイングからのダウンスイングと比較すると、フェースの動き幅が違うことがわかると思います。これでは少しでもタイミングがずれてしまえばフェースの向きもずれてしまうことでしょう。つまりスイングスピードも上がりにくく、フェースの向きも安定しづらいスイングになってしまうのです。それから前腕の開内につられ上腕も内旋してしまうとこのようになります。脇が開きすぎてしまい、こ
ここからクラブの重心が揃った方向へ力を伝えると、やはりアウトサイドインになりやすいです。さらにこの状態から脇を締めてインサイドにクラブを下ろそうとすると、ヘッドは慣性によって後方へ取り残されてしまうでしょう。そうではなく、上腕の外旋をキープしたまま前腕を開内することによってトップへ持っていくのです。この状態だとボディターンによる力の方向もクラブの重心が揃っている方向に向かいますので、エネルギー効率も良いです。このまま右手の人差し指の付け根と左手の小指側に圧がかかれば、クラブは力強いパワーを伴ったインサイドアウトの軌道になるのです。さらに先ほどの前腕開外エラーで説明したように、フェースの向きが安定しやすいという利点もあります。これなら多少タイミングがずれてしまったとしても大きなミスショットにはなりにくいです。上腕は外旋、前腕は開内しながらバックスイング。ぜひ意識して練習してみてください。次にバックスイングの後の力を入れるポイントと、どの局面でどの方向へ力を入れるべきなのかを考えていきます。まずトップからの切り返しでは、下半身から体幹まで体全体の動きによってクラブをシャフトの延長線上へ引っ張るイメージになります。そして先ほどの2点に強い力がかかるのはこの局面になります。ここではダウンスイングを開始して手元がこちらへ円運動を始めますが、円の外側にある重たいヘッドは慣性によって取り残された状態になります。そのため右手の人差し指の付け根で押す力と左手の小指と薬指、中指でこちらへ引っ張る力がかかり、結果的にクラブはしなります。ここで誤解してほしくないのは、切り返しの瞬間に手の力でこのようにしてしならせるわけではないということです。確かに切り返しの瞬間からしなり始めるのですが、最もしなるのは腕が水平になるあたりです。決して切り返しの瞬間にこのように力を入れるわけではありません。むしろこの力の入れ方はやってはいけない動かし方です。クラブをしならせる動きはダウンスイングを開始した後のクラブヘッドが慣性によって遅れることによって結果的に引き起こされるようにしたいのです。それが良いと考えられる理由は主に3つあります。クラブを効率よく移動させるため、ホールド力を使うため、しなり戻りのタイミングを合わせるため。わかりやすいように床にクラブを置いていますが、この形がバックスイング後のトップの位置だと考えてください。まずこの位置から最も効率よくクラブを移動させるには、シャフトの延長線上へ引っ張ることが重要です。一方、このように力を加えながら引っ張るとクラブがとても重くなるのです。これについてはこのようにクラブを持ち上げることを考えると分かりやすいです。このクラブを最も効率的に軽い力で上に移動させるにはこのように力を入れると良いです。一方、クラブと腕との角度をつけながら持ち上げるとクラブがこちらへ折れ曲がろうとするトルクが発生してとても重くなるのです。それと同じ理由で切り返しからこのように力を入れてしまうと大きな力を使う割にはスイングスピードは遅くなるということが起こるのです。ぜひあなたもこの状態でゴルフクラブをできるだけ早く上に移動させるようにしてみてください。このようにするよりこのようにした方がずっと楽に早く上げることができると思います。できるだけ強くボールを打つためにはゴルフクラブにできるだけ大きな運動エネルギーを与えてボールを叩きたいわけです。そのためにはダウンスイングの始めはシャフトの延長線上へ引っ張ることが最も効率が良いのです。そして腕の円運動によってシャフトの延長線上へ引っ張るとクラブは効率よく移動していきますが、腕とクラブとの角度は徐々に鋭角になっていきます。これはクラブヘッドがその位置にとどまろうとする慣性の法則によるものです。ここだけ見るとヘッドが遅れてインパクトに間に合わないのではないかと思うかもしれません。しかしそうではないのです。むしろクラブヘッドはより加速していくことになります。これについては滑車でつながっている棒を使うと分かりやすいです。こちらが腕、こちらがゴルフクラブだと考えてください。はじめはシャフトの延長線上へ円運動をしながら引っ張ることになりますので、徐々にクラブと腕は閉じていきます。しかしこの鋭角になる局面を過ぎるとそのまま円運動を続けるだけで今度はクラブには開いていく力が自然に発生します。最初にクラブを勢いよくシャフトの延長線上へ引っ張ることにより
クラブの重心はこちらへ向かおうとする慣性が働いています。それに加えてこの局面で考えると、シャフトの延長線上ではなくこちらへ引っ張ることになります。するとクラブは自然に勢いよく開いていき、ヘッドは加速していくのです。一方で切り返しから手の力でこのようにクラブを回転させてしまうとどうなるでしょうか。最初に重くなるという話をしましたが、それはここでもここでもここでも常にクラブはこちらへ折れ曲がる力が働いてしまうのです。余計な力を必要とする割にはヘッドが加速する局面は失われてしまうのです。ヘッドを遅らせた方がヘッドが加速する理由2つ目は腕の力発揮によるものです。ダウンスイングの初めのこのクラブの動きによって右手の人差し指の付け根と左手の小指側には徐々に大きな力が加わります。これはクラブヘッドが遅れることによって自然に生じる力です。繰り返しになりますが、この矢印の方向の力はこのように左手で引いたり右手で押しているのではなく、これ以上左手の指が開かないようにホールドし、これ以上右手が折れ曲がらないようにホールドして支えているに過ぎないということです。僕はこの力発揮の仕方をホールド力と呼んでいます。ホールド力はとても重要な力発揮の方法ですので、握力についての実験を紹介しながら少し詳しく解説します。握力は前腕の筋肉が収縮して縮むことでつながっている指の腱を引っ張り握り込む動きになります。筋肉を短縮させながら力を入れているわけです。これは短縮性収縮という力発揮の仕方です。一方、同じ握る力でも手をこの形でホールドしたまま外力に耐えるように力を入れるというのがホールド力です。ではこちらの少年の握力で実験をしてみます。まず通常の短縮性収縮による握力は 29.6 キロでした。そして次にホールド力を計測してみます。このように手を曲げたままホールドしてもらい、体重をかけて握力計を引っ張ることで外力に耐えるように力を発揮するのです。すると 48.9kg の強い力を発揮することができました。もちろん摩擦の影響もありますので厳密な計測ではありませんが、指がこの形からこのように握り込む収縮力も、この形から伸びていかないようにホールドする力も基本的には同じ筋肉が働いています。しかしこれだけ大きな力の差が出るのです。しかも握力の計測でもわかる通り、短縮性収縮はぎゅーっと比較的ゆっくり力が入るのに対し、ホールド力は一瞬で強い力を発揮することができます。しかも力を発揮している本人の感覚としては、短縮性収縮ではおりゃーっと全力で頑張った感覚があるのに対し、ホールド力では実験した本人が驚くほど楽に一瞬で大きな力を発揮できるのです。短縮性収縮では全力を出すのが大変で発揮できる筋力は弱くスピードも遅いのに対し、ホールド力は比較的楽に強い力を一瞬で発揮できるのです。そしてこれはもちろんゴルフのグリップでも同様です。このように右手で押して左手で引くような短縮性収縮の力発揮よりも、ダウンスイングによるクラブがこちらへ傾こうとする力に耐えるホールド力の方が大きな力を発揮することができるのです。さらにホールド力を使うことで身長反射や腱の弾性も利用することになります。特に右手の身長反射はヘッドを加速させる上でとても重要な要因になります。右手は手首も肘も曲がった状態でホールドするわけですが、ダウンスイングのスピードが速くなるほどより勢いよくクラブがこちらへ傾こうとするのです。すると右手首と右肘はその負荷によってさらに折れ曲がります。それにより前腕部と上腕部の筋肉や腱が引き伸ばされ、身長反射が働くのです。身長反射というのは引き伸ばされた腱や筋肉が無意識に一瞬で収縮する働きです。身長反射について詳しくはこちらの動画をご覧ください。概要欄にリンクを貼ってあります。具体的には手首をこちらへ曲げる働きを持つ前腕の筋群と肘を伸ばす働きを持つ上腕の筋群などが一瞬で強力に働き、肘も手首も力強く伸びていくのです。何度も言いますが、このクラブをしならせる動きは左右の手でこのように力を入れているわけではありません。シャフトの延長線上に引っ張る動きによってヘッドが遅れてクラブが傾き、それに耐える形で
ホールド力が身長反射を利用してクラブをしならせるのです。切り返しでこのように力を入れてクラブをしならせる動きとは似ているようで全く違う動きになりますので注意してください。ちなみに力んでしまうと手や腕に力を入れるタイミングが速くなることがほとんどです。トップからの切り返しで腕や手に力が入ると先ほどの悪い例のようにこのように動かす力が入ってしまうのです。この筋肉の使い方は短縮性収縮です。握力の実験でもわかる通り、思いっきり頑張った感覚がある割にはホールド力よりずっと小さい力発揮になります。さらにダウンスイングの指導でクラブをこちらへ傾けてしまうと、先ほどの例のようにゴルフクラブはこちらへ傾こうとしますので、より重く感じることでしょう。つまり力発揮は小さいのにより大きな力を必要とする動きになってしまうのです。これが力みによるヘッドスピード減速の正体だと僕は考えています。さらにゴルフクラブはいくら柔らかいシャフトでもしなってからしなり戻るまでの時間はほんの一瞬です。そのため切り返しでこのように力を入れてしならせてもしなり戻りはこの辺りで終わってしまうでしょう。一方、先ほどのように切り返しではまっすぐシャフトの延長線上へ引っ張るようにすると、シャフトのしなりはこの辺りで最大になり、インパクトの瞬間にちょうど戻ってくるタイミングになるのです。グリップの重要性。ストロング、ニュートラル、ウィークグリップの違いは小手先の調整に過ぎません。効率的なグリップはクラブの重心に沿ったニュートラルな持ち方を基本にすることが重要です。手指の使い方。左手の小指、薬指、中指でクラブをしっかり引っ掛け、右手の人差し指と親指で支えることがスイングの安定につながります。切り返しの力の使い方。腕が円運動を開始し、自然にクラブが引かれていくことで効率的にスイングが進行します。ホールド力と身長反射の活用。ダウンスイングでクラブをしならせる際、手の力で無理やりしならせるのではありません。クラブの慣性に耐えるホールド力を使い、さらに右手首と肘の身長反射を利用してクラブをしならせ、ヘッドを加速させます。力んではいけない。トップからの切り返しで腕や手に力が入りすぎるとスイング効率が悪くなります。ダウンスイングの始めは左手の小指、薬指、中指、右手の人差し指と親指でクラブを支えるだけにし、余計な力は入れないようにしましょう。さて次回はスイングの革新的な部分、下半身の使い方と重心移動を中心にスイング全体の流れを解説していきます。更新が遅くて申し訳ありませんが、チャンネル登録をしてぜひ次回もご覧ください。もしこの動画が役に立ったと感じていただけたら、コメントやスーパーサンクスで応援していただけると嬉しいです。もちろん見ていただけるだけでも本当にありがたいです。最後までご視聴ありがとうございました。Chasing phantoms, baby, you would hold them still and I grab on. Yeah, well, if you're scared